Welcome back to our channel. This is how much is your outfit in Tokyo. In this video, we are showing what are people wearing, what current hype trends are popping in Tokyo. Let's get started. ユナです。28歳です。会社経営とコンテンツクリエイターです。じゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドで買った時のお値段聞いてもいいですか？はい、ネックレスはこれ多分10で2万円ちょいぐらい。これがザラで3000円とか安いやつです。このスカートがブランディ・メルビルっていう表参道にあるブランドで3、4000円とかちょっと覚えてないんですけど、靴がオンの靴です。2万3000円とか。はい、靴を紹介するときに足くるくるする人初めて見ました。可愛かったです。ありがとうございます。いや、なんかやっぱ180度お見せした方がいいかなと思いまして。もしくは自分のオリジナルブランドミロク、自分で会社で今やってるブランドで、これが2万円ちょい。なんかカバンのコンセプトとかこだわりポイントありますか？そうですね、これ和洋折衷のブランドなんで、この巾着と色合いがモナコとかきなこ餅とかそっち系をイメージしてるんです。このミロクっていうんですけど、なんか色とかも結構ニュートラルで合わせてて、旅行ブランドなんで、どんな土地でもどんな人種でもどんな性格な方が着けてても調和が取れるように、バランスが取れるようにっていう感じです。はい、素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？多い時とかは全然8万とかかける時もあるし、何も買わない月もあります。へえ。これなんかファッションのイメージあったから毎月結構お洋服買うのかなと思ったんですけど。そうですね。ごめんなさい、嘘つきました。あんま買わない月はないかもしれないですね。ちゃんと毎月買ってる。そうですね。まあ2、3万から多い時で8万円ぐらいのイメージです。ありがとうございます。普段コーディネート組むときに意識していることとか気をつけていることありますか？筋トレしてるんで、なんかボディラインが綺麗に見える洋服。なるほど。そのヒップライン隠すっていう洋服とかあんまり着なくって、ミニスカートも多いですし、肩もこういうポルターネック着た方がこう鍛えてるこのラインが分かりやすいから、なるほど。そう、それでちょっとやってるって感じですね。ガチのトレーニングではないんですけどね。香水つけますか？シャネルのナンバー5です。男性につけてほしい香水の香りとかありますか？ルラボーですごい好きな匂いがあるんですよ、ね。名前はちょっと分かんないです。最近ハマってることあったら教えてください。チャット GPT とおしゃべり、プライベートのことですけど、なんかうちの社員が全然言うこと聞いてくれないんだけどしたりみたいなお悩み相談をしてると、したりとかしてますね。最後にどんな些細なことでもいいので、将来の夢とか目標あれば教えてください。楽しく生きていくこと、仕事が第一の人生は絶対嫌なんで、パートナー第一、仲間友達とかが第二で、3番目に仕事っていう風に思ってるんですけど、やっぱりその現実まだちょっと仕事を頑張らないとそこまでいけないから、そこの優先順位にちゃんと自分の現実も追いつくように頑張りたいなっていうのはあります。ボバトルです。現在24歳。ちょうど明日誕生日なんですよ、僕。おめでとうございます。ありがとうございます。お仕事は何されてる人ですか？今は主にパーソナルジム経営をされていて、パーソナルジムとライフコーチング、この事業として今日本の男性をどんどんね変えてる段階ということで挑戦者ですね。TikTok めっちゃ見ます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいねブローってやつです。目覚めてますかブロー？いいですね。筋トレしてます？筋トレしてます。いや、いいですね。ありがとうございます。じゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？サングラスはディオールですね。11万ぐらいでした。 T シャツはこれ今ちょうどジム帰りなんですけど、リフトですね。5、6千円ぐらいじゃないですか。パンツこれ友達からピボットというブランドもらったんですけど、これも1着どれぐらい、1万2000円ぐらいじゃないですか。1万2000円ぐらい。靴バレンシアガ 3XL ですね。16、7万ぐらいでしたっけね。16、7万ぐらい、体がでかいから体がちょうどよく見えますね。いや、そうなんですよ。皆さん一番大事なのは高級ブランド身につけるのではなくて、まず自分自身を高級ブランドにするのが一番大事なんで、そうすることによって何着ても似合うから。なるほどね、まず自分自身を高級ブランドにして、でしっかり金稼げるようになってからの高級ブランドを着ればめちゃくちゃかっこいい男になれると思うから、順番を間違えないように。ありがとうございます。いい感じですね。これ財布みたいなもんで、バレンシアガですね。6万弱ぐらいじゃないですかね。アップルウォッチですね。でもアップルウォッチが最強なんですよ。心拍数も測れるし、確かに消費カロリーも測れるし、今ちょうど僕減量中なんですけど、そうなんだ。もう本当に毎日これ見ながら、今日の消費カロリーこれぐらいなんだなっていう、日々自分のモチベーション上げながら攻めてるって感じですね。おすすめですよ。おしゃれだしね。ありがとうございます。毎月洋服にいくらぐらいお金使いますか？ちょうど今月現時点で15万ぐらいですかね。いいですね。今月まだ2日っすよ今日。もう15万使ってるんですか？めちゃくちゃ買ってるじゃないですか。いいですね。ありがとうございます。普段コーディネート組むときに気をつけていることとかありますか？今日たまたま黒なんですけど、基本僕白しか着なくて。そうなんですね。白か薄い水色と
とか確かにそのイメージある。ボバタリイコール白というイメージあるじゃないですか、イメージあるそう、まあ白がすごい好きで、んその高級感というかなるほど迫力があるわけじゃないですか、うん体が良くないと白って着こなせないと思うから、確かにそれしっかりと白が似合うような男になるのが俺は一番魅力的だと思うんで、なるほど。そうオッケー、ありがとうございます。そうですね。香水つけますか？最近僕がハマってるのジョーマローンですね。ジョーマロン。ローズウッド、おお、いいっすね。こちらも間違いないですね。間違いない。セクシーな匂いでセクシー。男らしさが満ち溢れるような感じになるんで、オッケー。ぜひぜひ。最近ハマってることありますか？自分磨きっすね。ライフワークみたいな感じですよね。そうっすね、うん常にこう満足せずに、ん自分に新しい挑戦だったりとか、そこにはすごい極めてるって感じですね。なるほど。最後に、はいどんな些細なことでもいいので将来の夢教えてください。最終的にどういう人物になりたいかというと、もう歴史上に自分の名前残して死にたいという男になりたいんで、それに向けて今徹底的に自分自身を作り上げてるって感じです。なるほど。自分に甘えずに自分のポテンシャル最大限に引き出して、攻めていこうぜブロ。最高っすね。あざっす。あざっす。はい。海星です。18歳。ここねです。18歳です。大学生ですか？大学生です。高校生です。高校生。2人の関係は？カップルです。カップルです。ありがとうございます。今日身につけてるもの、上から下までブランドって買った時のお値段聞いてもいいですか？アイウェアがフレックスで3500円。それが3000円くらい。で、ユニクロ C が4000円くらい。で、マーチン、メルカリで1万円です。1万円ぐらい。誕生日プレゼントでもらったティファニーのリングと、かわいい。これがペアリング。ペアリング作ったやつ。作ったやつどこで作ったんですか？原宿の自分で作れるところですけど。すごいいいですね。ありがとうございます。トップスがラルフローレンのポロシャツで、これもメルカリで4000円ぐらいで、パンツが太田っていう DJ みたいな人がいて、その人のブランドです。1万3000円ぐらい。靴がフリークスストアでメルカリで買って6000円ぐらいでした。おお。靴の柄はあえて今日はお揃いなんですか？たま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 です。仲良し。オールドティファニーがこっちとこれです。おお、いいですね。なんかプレゼント以外値段とかも聞いていいですか？これお母さんのなんです。あ、お母さんなんだ。でこれディーゼルがはいもらい物なんですけど2万円ぐらもらいい。別にこれ普通のなんかよくわかんないところで買って3000円ぐらいでした。なるほど。これヒスティックグラマーで7、8000円。7、8000円ぐらい。この十字架の方がお母さんので、金の方が大井競馬場で500円。金色に輝いてる。はい、金色に輝いてるネックレス。ありがとうございます。2人は毎月洋服にいくらぐらいお金使いますか3万4万くらい。おお、いいですね。2、3万です、ね、2、3万ぐらい。アルバイトとかしてるんですか？居酒屋。居酒屋さん。カフェと居酒屋です。居酒屋。普段コーディネート組むときに意識してることとかありますか？なんか派手気味が好きなんで、派手にコーデをしてめちゃくちゃにならないように。あとはピタピタな T シャツとかが好きです。お姉さんなんかありますか？自分もタイトめな服が多かったり、あとはシンプルだけど1個柄入れたりが多いです。 OK、 ありがとうございます。最近ハマってることもおしゃれ教えてください。服を探すこと。服好きっすね。服好きですね。なるほどなるほど。どこで探すんですか？古着屋さんとか？古着屋さんとかですね、あ好きなと古着屋さんは金地めちゃくちゃ探すと。はい。 OK、 お姉さんなんかありますか？ハマってること。いつも古着屋に付き合わされます。付き合わされる。はい。じゃあ最後にどんな些細なことでもいいので将来の夢とか目標もしあれば教えてください。ラーメン屋ですになる。起業してラーメン屋さん。ラーメン屋さん作る。はい。ラーメン好きなんですか？好きです。なるほど。大学が国際系なので英語とか喋れるようになって海外にたくさん旅行行ったりしたいなって思います。ぜひじゃあその素敵な夢を叶えてください。はい。バイバイ。龍馬です。23歳になりました。ありがとうございます。ダートヴィンテージという古着屋を営んでおります。3回目？そうですね、3回目だと思います。夏は初めてですかね？そうですね、夏は初めてでした。そうっすよね、はい、前回にちょっと寒い時期で長袖着てたますもんね。そうですね。ありがとうございます。今日身につけてるもの上から下までブランドって買った時のお値段聞いてもいいですか？はい、この T シャツはステッドマンっていうボディが使われてる T シャツで JD クローのタトゥー T シャツです。4、5万っていう感じでした。4、5万。ベルトですかね。WRL のベルトですね。僕は WRL が好きなのでこの T シャツ以外はほとんど WRL で揃えてるんですけど3万円ぐらいでした。3万円ぐらい。パンツも WRL のパンツで古着屋で買ったんですけどデッドストックで1万2000円1万2000円ぐらい1万3000円ぐらいでした。靴は60年代ぐらいのシアーズ古着屋で買ったんですけど4、5万円ぐらい、はい、60年代まだ履けるんですね。そうですね。これもすごい綺麗な状態で買ったんですけど履いてるうちになんか結構いろいろ剥げてきちゃって今はこんな感じになってます。これはネイティブアメリカンのナバホ族のアクセサリーなんですけどその中でも特に有名なアーティストの作品で6万円ぐらいだった覚えがあります。飛びは
僕が自分で作ったアクセサリーで、販売価格は33,900円で販売してます。ありがとうございます。タトゥーがたくさん入ってますけど、お気に入りのタトゥーとかありますか？これですね。なんて書いてあるんですか？ダートって書いてあって、僕のお店の名前です。いいっすね、はい、なんかジャンキーって書いてませんか？こっちヴィンテージで、はい、こっちジャンキーって書いてあるんですけど、これ2つ合わせて読むと、はい、ヴィンテージジャンキーになるっていうなるほど。僕はヴィンテージ中毒者なんで、ヴィンテージジャンキーって入れちゃいました。毎月洋服にいくらぐらいお金使いますか？多い月で100万以上200万未満みたいな感じで、少ない時で数十万という感じですね。なるほど、はい、普段コーディネート組む時に意識していることとか気をつけていることありますか？自分が好きなものを好きなように着るように意識してます。今日のなんかコーディネートのポイントとかあります？古着と同じぐらいタトゥーが好きなので、タトゥーの T シャツを着てきました。一発目の撮影で僕度肝抜かれたの覚えてます。200とかそんぐらいの確かそうですね、あの月はめっちゃ買っちゃいましたね最近ハマってることあったら教えてください。仕事ですかね。めちゃめちゃハマってます。いいですね、はい、どんな些細なことでもいいので、将来の夢とか目標もしあれば教えてください。家庭を持つことですね。家庭を持つこと、はい、この間一緒に写ってください。あ、そうですね、カオルさんと、はい、家庭を持って自分の子供が生まれたら嬉しいなと思ってます。ぜひ幸せな家庭を築いてください。ありがとうございます。肖文金と申します。今年28歳です。中国人です。お仕事は何されてる人ですか？友達と一緒に自分のセレクトショップを作っています。じゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？これは中国のブランドキースオーダー、だいたい2000円ぐらいが、これはノージェイ2万円ぐらい、これは中国のブランド6000円ぐらい、これもエンティフォームだいたい7000円ぐらい、これはグループ、日本のセレクショップでブランドがめっちゃあります。これだいたい2万円ぐらい。これは5インチの機器で買ったやつ、だいたい2500円。この2つは中国のブランド、多分6000円ぐらい。これ5000円。ルイ・ヴィトンの友達を送ったもの、いくらわからないです。ありがとうございます。毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？だいたい5万円ぐらい。5万円ぐらい。コーディネート組むときに意識してることとか気をつけてることありますか？色が大好き。たくさんの色をつけて、カラフル。いいですね。最近ハマってること、趣味は？写真を撮りますね。どんな写真撮るんですか？はい、めっちゃ日本っぽいの、なんか日本っぽい写真。そう、雑誌みたいのフィルムの写真を撮っています。OK。最後にどんな些細なことでもいいので、将来の夢教えてください。お金稼ぎたい。お金稼ぎだいくらぐらい稼ぎたいですか？具体的にないですね。でももっと良い方がいい。はい、ありがとうございます。バイバーイ。あやとです。23歳です。あゆみです。22歳です。医療従事者です。同じです。じゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？トップスが MM6 で古着屋さんで買ったもの3万円ぐらいで。3万円ぐらい。パンツは古着屋さんで買って3000円ぐらいで買いました。靴はロエベで6万円くらい。かわいいですね。バッグはプラダセカストで買って2万円ぐらいで。2万円ぐらい。ネックレスはティファニー。ビワはそこら辺の古着屋さんとかで入ったものを身につけてます。 OK、ありがとうございます。上がチェックシャツバーバリーのやつでリサイクルショップで買って2000円ぐらいでした。パンツがザラでリサイクルショップで1000円ぐらい。タンクトップはユニクロです。靴はプーマの靴でこれが3万円ぐらいだったと思います。カバンがこれプラダでリサイクルショップだったかな、2万円ぐらいで。2万円ぐらい。メガネはユニクロで。ユニクロ、はい、買いました。 OK、ありがとうございます。お二人は毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？5万円いかないくらい。5万円いかないぐらい。5、6万円ぐらいです。5、6万円ぐらい。香水をつけますか？マルジェラのバブルバスをつけてます。お、いいですね。私もマルジェラ買ってちょっと名前覚えてないんですけど、はい、甘い匂いが好きでよくつけてます。コーディネート組むときになんか意識してることとか気をつけてることありますか？サイズ感ですかね。あとは彼女の好みに合わせて頑張ってます。私はこういうワンピースの丈を着るのでシルエットとかにこだわってコーディネートしてます。彼女さんの好みに合わせて今の感じのスタイルになったんですか？デートするときはちょっと頑張って綺麗めな感じでなるほど。普段はどんな感じなんですか？
普段もっとガチャガチャしたのが好き普なんですけど。段ガチャガチャしてるやつでどうですか、でも加納さん、はい。今日のコーデはシンプルでかっこいいですありがとうございます。最近2人がハマってることもしあれば教えてください。僕はリサイクルショップ巡りにハマってます。私は映画鑑賞。リサイクルショップはどこら辺行くんですか？トレファクとかトレファクセカストとか、ハードオフとかそこら辺。映画最近何見ました？レオンとかよく見てます。じゃあ最後にどんな些細なことでもいいのでお二人の将来の夢とか目標もしあれば教えてください。彼氏と一緒にセレクトショップとか開きたいです。僕も医療従事者じゃなくていつかはショップ店員とかやってみたいなって思ってます。なるほど、ぜひ頑張ってください。ケータで31です。陽介です31です。音楽やってます。音楽、はい、2人でやってるんですか？別なんですけど、どんな音楽やってるか聞いてもいいですか？自分は今グループでやってて、はい、歌って踊ってる感じです。今日身につけてるもの上から下までブランドで買った時のお値段聞いてもいいですか？帽子がニューエラのキャップで6000円ぐらいかな。バンダナはファンの人からもらいました。 T シャツはエイプの古着でめっちゃ安かった値段はあんま覚えてないですけど、ベルトが J テッドロンドンっていうブランド2万ぐらい、パンツがヨリっていうやつで1万円ぐらいだった。デニムはプロジェクト GR っていうブランドで4万円ぐらい。めちゃくちゃかっこいいですね。靴は韓国のブランドで1万5000円とか。1万5000円ぐらい。ヘッドホンはめっちゃ有名なブランドに似てるやつが3コインズで5000円ぐらいだったんで、身につけるよみたいな。なるほどなるほど。財布はコムデギャルソンで、リングはなんかライブ用に新宿で雑貨屋さんで500円ぐらいでこっちはクロムハット、グループのリーダーからもらったやつ。ありがとうございます。ラルフローレン4万ぐらいだった。4万ぐらい。メゾンスペシャルのパンク、マーチンですかね。マーチン3ぐらいでしたっけ？3万円ぐらいで、タゴヤもらい物っすね。アバランチ4、5万だったね。4、5万円ぐらい。ネックレス、これ金のインゴットっすね。いただいたものなんで。そうなんですね。ありがとうございます。お二人は毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？5万ぐらいじゃないですか。5万ぐらい。使う時そんぐらい、同じぐらいですね。5万ぐらい。コーディネート組む時に意識してることとかなんか気をつけてることって何かあります？あんまりブランドとかこだわってるというかは、サイズ感とか自分に似合うやつを意識してみたいな。僕は好きなブランドで揃えるのが多いですね。お二人がよく行くお店とかなんかあります？シャルクカフェ、このラルフもシャルクで。そうなんですね。自分は原宿のヌビアンとか渋谷にもパルコの中にヌビアンあるんで、知り合いの方にこうおすすめしてもらったの。最近ハマってることもおっしゃれば教えてください。音楽やってるんですけど、あんまり今まで聴いてこなかったジャンルとかの曲を掘るみたいなのを、でも2人で結構そういう新しい曲とかをこう掘ったりとかしてる。それが趣味みたいな感じかも。なるほど。あんま聞かないジャンルでいうとどういうのあんま聞かないジャンルになるんですか？なんか今こうロックサウンドとかをやってるんですけど、今までそういうロックなジャンルとかをあんま通ってきてなかったんで、古いロックとかもこうちゃんとこう触れときたいな。なるほど。そこを掘ってる。自分はもともと走ってたんですけどやめててまた走り出したぐらいですか。意外と運動する気なんですね。結構します。なるほどなるほど。最後に、どんな些細なことでもいいんですけど将来の夢とか目標もしあれば教えてください。いっぱい夢はありますけど、今応援してくれてるファンの皆さんをちゃんと幸せにすることかなと思います。素敵です。ありがとう。アズジュラガルと申します。ニックネームがアザ、23歳です。どちらご出身ですか？モンゴルから来ました。モンゴルから、はい、どれぐらいですか日本に住んで？ちょうど今年で4年。お仕事は何されてる人ですか？アパレルの方なんですけど、サンプル工場で縫製で働いてます。なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。じゃあ今日身につけてるもの上から下までブランドで買った時のお値段聞いてもいいですか？バッグの日本に来て最初の1年で取ったんですけど1万円ぐらい。1万円ぐらい。こちらがディーゼル3万ぐらい。ユニクロのユニクロ？はい、ユニクロの JW エンダーソンと転ばしたパンツなんですけど、4000円ぐらいだった。靴はダクターマーティンズの靴で2万何千円ぐらいだったんですけど、はい、で靴下めっちゃ長いんですけど、すごい1000円ぐらい。これはブランドとかはないんですけど、900円ぐらいでした。900円ぐらい。ありがとうございます。毎月洋服にいくらぐらいお金使いますか？結構我慢してて2万3万ぐらい。2万3万ぐらい。普段コーディネート組むときに気をつけてることなんかあります？その日の季節とかその日の暑さとかそれに対して色
色とか合わせて着てます。なるほど。最近ハマってることあったら教えてください。音楽何本当になんか毎日ずっと音楽聴いてるんですよ。最近結構日本のラッパーなんですけど、ワバの最後にこの出したこのアルバムめっちゃ聴いてます。毎回聴いてます。最後にどんな些細なことでもいいので、将来の夢とか目標もしあったら教えてください。自分の服のブランドを作りたいんですけど、それはでもモンゴルで作りたいです。モンゴルで作りたい。おお、いいですね。いつかじゃあ帰って。そうです。帰ってから自分を表現するそういうブランドをちゃんと作りたいなっていう夢があります。頑張ってください。レンです。23歳です。アパレルの販売をやってます。ありがとうございます。今日身につけてるもの、上から下までブランドって買った時のお値段聞いてもいいですか？メガネがポートタンジェっていうアイウェアブランドで4万円から5万円ぐらいだった気がします。ヘインズで1000円から2000円で古着屋で買った気がします。パンツがプールバイクラスっていう日本のブランドさんで、先輩から譲り受けたんでちょっと安く5万円ぐらいで。5万円ぐらいめっちゃかっこいいですね。ありがとうございます。靴がフラテリ・ジャコメッティっていうイタリアのエルメスの革靴を作ってたブランドで9万6000円ぐらいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？大体10万円前後ですかね。10万円前後ぐらい。普段コーディネート組むときに意識してることとか気をつけてることとかあります？バランス感とか色使いは気をつけてます。今日のポイントとか聞いてもいいですか？パンツと赤い靴と坊主ですかね。めちゃくちゃかっこいい。香水をつけますか？ディプティックのサンジェルマン34っていうなんかパリのサンジェルマン通りっていうディプティックの匂いがあるらしくて、なるほど。それが好きなのとマルジェラーとかいろいろつけますね。最近ハマってることとかもしあれば。音楽がずっと好きなんで、音楽はずっとハマってますね。最近よく聞くのなんですか？逆にヒップホップが最近また好きになってきて、ジャズとかも好きだったんですけど、プレイボーイカーティーとか聞いてます。なるほど。最後にどんな些細なことでもいいので、将来の夢とか目標もしあれば教えてください。将来はちょっと人に影響を与えれるような服屋さんになれればと思います。いいですね。どこで働いているとか？今は大手アパレルで働いてます。じゃあぜひその素敵な夢を叶えてください。